グが買えました。チューリヒに、今日昼過ぎに到着して早速、エルメスに行ってみようと思います。チューリヒのエルメスは1軒しかないので、スイスには他にも何軒かあるんですけど、この1店舗になるので、とりあえず行ってみたいと思います。スイスのエルパト第2弾になるのかな。今日ローザンヌに着いたんですけど、ローザンヌにもエルメスがあるというので、今から行きたいと思います。坂を登ってきたから息が切れてる。はい、もうすぐ着くかな。はい、とりあえず1店舗しかないんですけど、見に行ってみたいと思います。ローザンヌのエルメス、まさかの、バッグが買えました。ちょっとね、まさかの、超神スペックが買えたので、後ほどご紹介したいと思います。とりあえずホテルに帰ります。今回はスイスのチューリヒとローザンヌのエルメスに行ったんですけれど、一緒にギュッとまとめて、動画にしてみました。で、実際に買えたものをご紹介したいなと思います。早速開封していきたいんですけど、ちょっとね、どうやったろうかな。しようかな、今日。下向きにして、箱が邪魔で捨てちゃったものがいくつかあるんですけど、あとリボン開けちゃったとかね、適当で申し訳ないんですけど、まずはじゃあこれから開封していきます。こんな感じになってます。カシシルのなんかモノクロのカラーのものが欲しくて、結局なんか顔周りが明るく見えるのってこういう色だったりするんですよね。ちょっと透明にしないとか、こういうシンプルなシェーヌダンかな柄のカシシルを1枚買いました。かわいい。で、これに合わせて、これもちょっと箱を捨てちゃったんですけど、これがねすごい便利そうだったので、ちょっとお試しで買ってみました。端っこと端っこを通すみたいなんですよね。こういう感じで使い方はなんかいっぱいいろいろあるみたいなんですけど、ちょっとこれ研究してみます。こんな感じでこうやって通して使うものらしいです。かわいいですよね、これ。これがスカーフの、なんていうの、スカーフリングっていうのかな。ちょっと後で名前調べておきます。かわいい。これがね、なんかもっとゴールドだったからすごい高いのかと思ったら、そんなに意外としなかったです。で、
でこれがね結構レアな商品なんじゃないかなと思ってます。オープンします。じゃーん。これチェーヌダンクルのネックレスなんですけど、こんな感じ。かわいい。これもう一個長いやつもありますよね。なんだっけ、コンスタンスのスリムだったりとかもくっつけるやつ。これはこういう感じで2連にしても使えそうでした。こんな感じ、こういう感じでつけても可愛かったです。ね、忘れてたんですけど、これが、チューリヒで買ったものなんですけれど、バスティアのコインケースですが、これを私はアクセサリーケースとして使おうかなと思っています。新色の黄色系の色ですごいこう淡いイエローがとっても可愛いです。はい、これなんか上手に取れてなくて、なのでちょっと再度取り直しということで開けていきたいと思います。もうこの箱で中身がほとんどバレてると思うんですが、バッグです。ずらして、はい、こちらです。はい、じゃーん。ピコタンの PM サイズのノワール黒のシルバー金具です。こんな感じ。かわいい、ちっちゃくてコロッとして、やっぱ黒使いやすくていいですよね。で、このサイズ、私はあんま身長が高くないので PM サイズがちょうどいいんですけれど、特に黒はやっぱちっちゃい方が私は個人的には好きです。はい、こんな感じ。ちょっと別撮りになっちゃったんですけど、スイスの購入品で一番大物だったのがこちらのピコタンでした。よいしょ。戻しとこう。はい、そんな感じでスイスの購入品は以上なんですけど、今回スイスでお買い物したのはチューリヒとローザンヌの2カ所です。で、ローザンヌの方がいろいろあったかなっていう印象でした。スイスはあと他にはジュネーブだったりとか、いくつか他にも、エルメスの店舗あるんですけど、今回行ったエリアでは、チューリヒとローザンヌに店舗がありました。実はチューリヒで買ったのってもう本当にこれだけなんです。で、あとは全部ローザンヌで買ったっていう感じですね。で、店舗ごとのお話をすると、チューリヒは市内に1店舗だけで、空港の店舗はもうなくなっちゃったみたいなので、もう本当にそれだけですね。店舗は2階建てになってて結構大きかったんですけど、ぼちぼち品揃えは結構ありました。滞在期間が長いと、取り寄せが可能なんですね。なので、店舗にないものでスイス国内にあるものであれば他の店舗から送ってもらうだったりとか、そのオンラインだったりとかどこから送られてきてるかわからないけど、その取り寄せも可能ということで、今回買ったバスティア、これも、色色がどうしても欲しくて、これ店舗になかったので取り寄せで購入しました。でもそういうのできるフレキシブルな感じはとてもありがたいですよね。長期滞在に限りますけど、いつまでに届くみたいな話は教えてくださるので、それに間に合うのであればその場でオーダーするのもありかなっていう感じでした。ただ、そういう取り寄せって小物系しかできないはずなので、小物だったりとか靴だったりとかジュエリーだったりとかバッグはできないので、そうですね、そんな感じだったかな。バッグは結構聞いたんですけど、
じゃあ最近何が入荷あったみたいな話になった時に聞いたのが、ケリー2号だったりとか、私が探してたものでいうと、あとはピコタンだったりとかっていうのはたまに入ってはくるけど、入荷がゼロではないけどそんなにいっぱいではないかなっていう感じの言い方でした。で、あとやっぱり住んでいる方、現地に住んでいる方の顧客の人がすごい次から次へとやってくるイメージだったので、やっぱりちょっと観光客が一元で行くにはちょっと難しいのかなとふと思ったりしました。これはちょっと分かんないですけどね、人によるとは思います。タイミングにもよると思います。で、あともう一箇所のローザンヌなんですけど、今回全部買ったのはローザンヌです。で、バッグも無事買うことができたので、とてもいいお買い物ができたなと思っているんですけれど、パリの動画でもちょっとお話したように、日本だとやってると思うんですけど、アメリカ、ヨーロッパって結構日曜休みのところが多くて、私がたまたまローザンヌに滞在したのが金土日とかだったのかな。だから最終日はもうエルパトできないの分かってたんで、もう初日に着いてすぐ行きました。で、そんなに朝1とかそういう時間ではなかったんですけど、たまたま、担当してくださった方がとてもいい方で、話もあって、エルメス大好きみたいな感じの方で、結構話が盛り上がって楽しくお買い物ができたんですけれど、最初私は、バッグも探してるんだけど、いくつかずっとね探してるものがあるので、それを毎回聞くんですけど、っていうのはなくしてしまったカシロをずっと私は探していてもうね売ってないの分かってるんだけど、似たようなものでもいいから欲しくて、去年のパリ旅行かどっかでね多分なくしちゃったんですよね。で、ベージュ系の、ニュートラルカラーっていうのがベージュ白と黒みたいな感じのシンプルな色合いのカシロを探してて、全く同じものはやっぱりなかったんですけど、今回ご紹介いただいた、これだったりとかね、他にいくつか候補出していただいて、実際に試着してどっちが合うとか、女子会みたいな感じでキャッキャしながら買い物をしました。で、あとこれに合わせていくつか買ったものがあります。で、それで、お会計する時に、私翌日もあったので、全然もし入荷があれば教えてくださいっていう感じでお会計をして、で、希望のものも、ピコタンが欲しいっていう風にお伝えしていました。あとエブリンのミニサイズでもいいかなと思ってたので、それも第2希望としてお伝えして、ちょっと裏見てくるねっていう風におっしゃってたので、私は店内をふらふら歩いて見て回ってました。で、そしたらちょっと見せたいものがあるから来てくれるっていう風に言われて、出てきたのが、先ほど開封したピコタンです。で、無事、ピコタン購入することができました。ちょっとね、スイスの動画はなかなか店舗が少ないのでそんなにいっぱいはいけなかったんですけれど、ちょっと短めの動画になりますが、スイスのエルパトのレポートは以上になります。最後まで動画ご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。